皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、能登半島のボランティア活動に下水人たちが混ざり込んでいて、炊き出しの食事の中に得体の知れないものを混入していたといった出来事について取り上げようと思います。大きな災害が起こると、たくさんの人たちが精神的に不安定な状態になります。いつもと変わらない日常の中であれば、全く騙されないような人であっても、現実問題として天変地異による災害に見舞われてしまうと、生活の基盤が破壊される人もいますし、また、将来に向けての生活も不安だらけなことになって精神的に落ち着かない、どうしても好きというものがたくさんできてしまう人が多く出てしまいます。そのような状態の時にこれにつけ込もうとする人たちが出ます。もしくはこれらの人たちを悪用する人たち。一番最初に出てきたのが政治家等の被災者を足毛にする形で自分たちの政治的な目的、政府批判などを繰り広げるために被災者を食い物にするような人たちでした。そしてこれに続くような形でボランティアを装いつつ被災者の人たちを食い物にするために現地に潜り込んできている人たちがいます。今回はそのような話について見ていきましょう。吐き出しの豚汁にミネラル入りサプリ投入、被災者は知らず、団体はどれだけ取っても問題ない、アンチは無知。一方で健康被害の恐れも。被災地での炊き出しにサプリを投入していたグループがあった。栄養たっぷりの料理を提供したいとのことだが、被災者が知らずに取ってしまうことで体に影響はないのだろうか。能登半島地震の被災地で炊き出しの豚汁を作っている様子が SNS に投稿された。豚汁300人分の鍋の中にペットボトルのようなものから液体が投入されている。これは何なのだろうか。この動画の投稿者に話を聞いた。炊き出しを行ったのは一緒に活動している仲間だという。70種類以上の植物系ミネラルです。ミネラルって今の日本人の食生活の中に一番不足している栄養素なんですよ。被災地の方々って乾き物ばかりっていうか、栄養がないものばかり食べている姿を見たときに、炊き出しの中にミネラルサプリを入れて少しでも栄養をとってほしいなというのはすごくあったと SNS の投稿者は語りました。左がその投入されているミネラルたっぷりとされる液体状のサプリです。動画を見た人たちからは、お腹壊しそう、ありがた迷惑すぎる、ホラー映画か何かですかなどの反応が見られる。投入された商品のホームページには含まれるミネラルの種類や量の記載はない。注意事項には妊婦や服薬中の方は医師などに相談という趣旨の記載があった。一方、このサプリが豚汁に入っていたことを被災者の人たちは知らない。科学コミュニケーションの専門家で健康食品に関する問題にも詳しい方によると、健康食品やサプリを自分が作った料理に自分が食べるために入れるのは自己責任だが、今回は何が入っているかわからない状態で食べさせられるので問題だと思う。乳幼児、高齢者、妊婦、あるいは肝臓や腎臓の働きが弱い人、そういう人たちがもし知らずにそれを取ってしまうと問題が起き得る。いつも薬を飲んでいるという人も多いと思うが、場合によってはこの組み合わせはいけないというものがいろいろとある。医者にかかって薬を飲んでいる人にとっては本当に要注意だと思う。これに対して SNS の投稿者は、ミネラルサプリを飲むとどういう薬理効果があるのかを全部説明できるので、アンチする人は無知なんだなっていうだけです。と、グループでの炊き出し活動を今後も続けることを話していました。今回炊き出しが行われるにあたって、この商品が投入されたのにはおそらく訳があります。それは被災者を足毛にしたビジネスを展開するためだと思われます。というのも、この商品を販売している、もしくはこの商品を販売するグループの活動というのが、いわゆるマルチ商法に該当するもので、これは体にいいよみたいな形で取り込んで人々を養分化するためのビジネスが行われているというのです。今回このような団体もしくはそのような趣旨に賛同する人たちの炊き出しが行われているということは、これらの人たちが後になってこの商品は良いものですよ、そしてこれは被災者たちの炊き出しにも使われた商品ですよといういわゆる箔をつけるため実績作りといったものが行われたとみられます。さらに言えば最初の話に戻りますが、災害に遭った人たちというのはどうしても未来に対する不安感が最も強い時期であり、この不安につけ込む形で親切な友人関係を作ろうとしているのだと見られます。
これは非常に危険な行為なのですが、フレンドエネミーという言葉があります。友人かのように信頼関係を築いた上で、あなたに親切でこのような商品を進めているんですよという営業の一番最初のつかみの部分を今回の炊き出しを使って現地に人とつながりを持とうとしているのだと私は思います。炊き出しをしている人イコール善意の活動をしているんだなという刷り込みが成功してしまえば、その後の人間関係を作るには非常にハードルが下がりますから、ここから日常的な会話をする中において少しずつ人間関係を築き、そこから自分たちの活動へと引きずり込もうとしている思惑が十分考えられます。なお、このような炊き出しにあたって行政は何も許認可などを行っているわけではありません。炊き出しをしたいよという団体がどのような素性なのか、どのような目的なのかについては、行政の裁量の範囲内ではありません。ですから気をつけなければならないのは本当に現地の人たちの自衛活動にかかっているという自己責任の世界になってしまっています。またこうした善意を持っているであろうという前提のもとにボランティア活動を受け入れている被災地にしてみれば、きっとその裏に何かしらの悪巧みが隠れているかもなということを疑わなければならないという意味において、今回の行動というのは明らかに性善説を破壊するような行為だと私は思います。ましてや口にするものについて安全かどうかといった問題は非常に重要なことで、今回購入されたものがミネラルだというのであれば、腎臓が弱い人などに対しては毒にも十分なり得ます。購入した側はこれは体にいいものだということを自信満々に言うかもしれませんが、真顔で嘘をつく人たちもたくさんいる世界ですから、ましてや他人を自分の養分化するための商売に励んでいるような人たちは決して信用してはいけません。ボランティア活動全員による行動ではなく、人々を傷つけることを最終目標にした最初の一手に過ぎないぐらいの感覚で見る必要があります。今回はそうした人たちとグループ活動として炊き出しが行われたというのですが、今後こういう事例が起きると、個人で入り込んだボランティアの中にもこうした活動を展開するために紛れ込んだ人が食べ物等に自分の思いだけを元にして何かしら混入してくるかもしれないという恐れを抱かせることとなります。そうした意味でも今回のニュースというのは本当に罪深いものだと私は思います。皆様は今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。